しまなみ海道っていうのはですね、日本三大潮流の一つですよね。海峡エリアっていうこともあって流れにね依存した釣りをする展開になるかとは思います。鍵となってくるのはやっぱりね潮位の変動と、時間軸合わせてなおかつ地形を把握してですね、立体的に流れを読み解いてこのアウトスターを使ってね攻略していくっていうところになるかと思うんでね、何かしらね皆様の参考になればいいかなと思って、頑張っていきます。はい、さてデーゲームですね、早速やっていきたいと思います。今日はねがっつり G ソエリアでね、もうそこそこね流れ走ってきてます。こんな感じでね今右から左にズワーっとね流れてきてて、で沖の方ではねもう早くもね反転流ができて、流れの変化出てきてます。でまずはね目の前の流れの変化をね狙ってみたいと思います。結構ね僕が今から狙うとこはすぐそこ足元からね、5メーター先ぐらいの変化なんだけど、もうそういう目の前にもね結構魚ついてんで、ちょっと丁寧にね足元から刻みながらやっていこうかなと思います。はい、で使うルアーはこちらアウトスター。これでねちょっと流れに乗せて新編らしくねゆっくりアプローチしてみたいと思います。流れ的にはね程よい感じでいいと思いますよ。今ねサヨリが逃げましたね。でねサヨリパターンの時はアウトスター結構良くて、ナイトゲームもやるんですけど、ナイトゲームでもね今の時期だとサヨリパターンです。でそこでもねしっかりお見せできるかと思うんやけど、デイゲームでもねこういう手のね細身の新編っていうのは強いんで、1匹もしくは2匹ぐらいねかけれたらなとは思ってます。こういう浮き上がりのいいシンキングペンシルは、G ソエリアで使うときはね極力下げれるなら下げるだけロッドティップはね下げてやった方がいいです。ちょっとね足場が高くなるほどなんていうのかな、当然ルアーはね浮き上がりやすくなっちゃうんで、下げれるならねできるだけ下げて、で流れ、水に P ラインしっかりつけてやって、アウトスターのいいところはねガンガン飛距離出してもゆっくりとね水面下をね探っていけるっていうのがね強みなんで、しっかりね P ラインをね流れにつかましてやるとそうそう根がかりしないです。さああとはいつ地合いが来るかですよね。サヨリがねベイトなのは多分間違いないと思います。流れの変化にねがっつりサヨリが溜まってたんで、あとはねどの潮位でスズキもしくはマダイとかがねサヨリを狙って食い出すかっていうところ悪くないですよ。で今ねこうやって船の引き波が来て波っ気だって言うんですけど、こういうタイミング、安全を確保した上で打ってほしいんですけど、一つの事案になること結構多いです。打てそうならねこういうタイミングガンガン、もちろん安全を確保した上でルアーぶち込んでみてください。はい、ちょっとね立ち位置変えてきたんですけど、今ね目の前この流れの変化のところでサヨリがねちょっと逃げるような動きしてました。そこをねアウトスター入れてみたいね。フィッシュイーターがおるかどうかは別なんやけど、立ち位置どうするか。立ち込みすぎたらバレるし、この辺かな。ちょっとダウン気味で、浅いんですよ目の前。サヨリがね逃げたところでもね水深が50センチやそこらもあったらねスズキもしくはマダイはつくんでね。お、サヨリに当たった。おるぞここ。逃げただけか。ほら逃げよるよねサヨリが。もう一頭だけ。ちょっと前行きますわ。前っていうかこっち行きますわ。より流れの筋に対して自分もまっすぐにドダウンのアプローチの方が良さそう。長く引けるしね、その方が。
でなんかパッと見いやいやそんなとこおるんかよみたいな感じなんやけど、おるんすよ魚は。で意外、ほらサユリよくおるよ。もうアプローチ次第なんよな。わ、いい泳ぎしてます。これで反応なかったら次こっち側打ちますわ。でね、こっち側は右から左に向いて流れるんやけど、その流れに乗せてね漂わす感じで、ダメなら僕の背後にね今背があるんですよ。もうちょっと出てきそうな、その背に乗って角度変えて打つ。でこんなひじきとかめっちゃ生えとるやないですか。これ見えとん全部ひじきなんですけど、こういう海藻にね根魚みたいに身を潜めるのがスズキ。意外なほどね海藻の中におる。よし、狙い変えます。今ね右から左に向いて潮が流れてきています。でね、これ実際は本流はこの真正面ですね。真正面でこっち側から僕の方向いて流れてるんですよ。だからこれが右から左に向いて流れてるように見える。だけどこっち側は逆にこう右に向いて流れます。要はここが当て潮っていう感じですね。でここで流れが分かれて、差が出るっていうかね、流速にね。おさゆり逃げよりない回遊しよるよね。これは逃げとんじゃないけど、これ全部さゆりだ。ほらほらほら、沖でなんか出たよ今出たよ。届くかな。ちょっとね入れてみたいと思います。ちょっとスキッピングかな。あ、後ろついとるよ。ほらほらほら、食うよ食え。うわ、見えたついとったろね。これが釣ってないけん偉そうに言えんけど、アウトスターのおもろいところ、こうやって水に入れてもできるし、水面スキッピングでも誘いやすいっていうところ。もったいないね。ただねルアーに触ってない。ちょっと後ろをキープしとったんよね。やけん今ので何が足りんかったかっつうと、何とも言えないけど、多分巻きが遅かった。僕が食わせに走ろうとしすぎて、で最後ステイさせたんが見切らすきっかけになったんやと思う。次はもう止めずに行きます。仮にチェイスしてももう止めん。いやーずっと追ってきよったね。でも奥からね。いやーでもね、まだいってね、ああやって1回チェイスしてきたらね、割と2回目ないんですよトップはね。ねえ、あんなね1投目で追ってきてさ、あんなもんなんですよ。結構賢いよね。もう学習しとんやろな。よし、ちょっと立ち位置変えます。だいぶね潮引きました。もう刻一刻とね潮位変わっていきます。今日潮が太いっていうのもあってね、でもそこ降りれそうなんで、降りて当て潮方向アプローチしてみましょう。流れに対してちょっと自分が立ち込む角度を変えました。今はね僕の手前向いて流れてくる流れにアウトスター入れてみます。でね、こういう所作でも遊べます。アウトスターね、ジャーキングまで行ってね、そこまで入力しちゃうともうどんどん飛びすぎておかしなことになるんやけど、ちょっとしたツイッチみたいな感じでね水面直下をアプローチするやり方全然ありです。で、こんな感じでエビったりもせんので、その代わり入力は軽くですよ。で水面直下をこうパッ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 って飛ばす感じ。簡単に言うと水中ドッグウォーク的な着水して、ピーつくまで待ちますと。で軽い入力でティップで糸を弾く感じ。こうやってねパッ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 と。はい、たった数メーター、そっからそこ大体どんぐらいだろう、4、5メーター立ち位置変えました。でもこれね多分めちゃくちゃ重要です。で今の状況なら特にっていうのも、さっきの立ち位置だったらゆっくり狙いにくいポイント、この真正面なんですよが丁寧にアプローチできる。で多分出るならねこの真正面で出る魚はね。だからこの立ち位置期待です。おそらくこの方向に今ねこの向きでおる、この中に。でその流れの端っこには多分今はおらん、この中。そこでアウトスターで水面をやるか
水中入れるかはアジャスト。ね、ほら一撃やろ食ったよ。あー取れた、マジか。着水やったね。あんな感じで多分ねこの中に魚おる。いやまだいけるよ。サイズはねどうだったんだろうね。なんかタイっぽかったけどな。タイっぽかったけどフックは大丈夫。もう一回いきます。いやね、思いっきりフッキングするか悩んだんですよ。でも今思いっきり入れるとこじゃないなと思ったんやけど、入れるべきやったかな。これがさっきの立ち位置やったらね取れんかった反応一撃やったでしょ。これがもうマジで大事。たった数メーターでも立ち位置は面倒くても変えてやるね。全然違うやろ反応が。ちょっとねゆっくりいきますよ。でアウトスターさっきみたいに流れに漂わせてるだけでも魚食ってくる。いやいいルアーですよ。ちょっとねゆっくりいきます。ただやばいな、流れがね逆らってんでこっから負荷がかかるんですよ。しんどいのがこっから。頼むぞ、バレんなよ。でね多分見よってください。テールフック1本です、おそらくね。ここで受け、わあ来てくれ来てくれ。おおなんか黒いタイだね。そこいますよほら。サイズはそうないけど、いやでもね嬉しい一匹だね。よいしょね、ほらねテールフック1本やろ。こういうバイトでサイルパターンはねこれが多いけど、見てほらサイズはそうない。でもめっちゃ綺麗なタイやね。このサイズがね多分多かったんだね。だから乗らないバイトも多々あったけど、ああやって数メーター立ち位置変えるだけでこんなに反応が連発する。でねこれがしまなみのタイ。ちょっとね日焼けして赤黒いけど青がね超綺麗。ほらヒレナ青で、これがね水に浸かるとより綺麗でね、これはねみんなに見てほしいタイで、やっぱテールフック1本、これはねサイルパターンあるあるですね。よしほらありがとうな。ありがとうっつうもおかしいんやけどね、痛めつけといて。でもね本当にね心からありがとうって思う。それがね釣り人、嘘ではないよね。リリースします。いやめっちゃ綺麗。ほら日光と水浴びてさ、ほらこんなに綺麗。見える？超綺麗。いけそうなんでねリリースしますね。はい、最高はい、デーゲームを終えてねいよいよナイトゲーム、やってきました。でねここがね、G 走とサーフが混じったようなポイントになってて、いわゆる水道筋なんですけど、浅いんですよ。で今ねこの辺僕の目の前がだいたい水深60センチぐらいで、徐々に深くなっていって、それでもねはるか沖でも2メーターとかそれぐらいしかないと思います。で三代筋みたいなのがあって、そこにね魚が溜まってんですけど、これからね潮位が上がってくるタイミングで徐々にこの浅瀬に向いて入ってくるさよりで、それを食うスズキを狙っていきたいと思います。で使うルアーはこちらアウトスターですね。これでいきます。さあ出るかな。流れの釣りです。でデーゲームではね、ちょっとトップっぽい操作とかいろいろやってたんですけど、ナイトはただただ流していく感じでね、今足元はね流れてないんですけど、沖はねそれなりに走ってる感じです。でね P ラインをしっかり水につけてゆっくりダウン方向に流していく感じ。流れ自体はね沖がね左から右に流れてます。どうだろうな、1秒間に1メーター動くか動かないかぐらいの流れだと思います。いやドキドキするね。これでねシーバスかけたいね。
多分ね、今ね日没して間もないんですけど、そのタイミングでね魚は入ってきてるはずです、おそらくね。で地合いとしてはまだねもうちょっと潮位が上がった方がいいかなっていう感じだけどね、多分沖の方はねもうすでにやる気のある魚いそうな気はします。ちょっと飛距離出していきますね。ウエイトボール戻してしっかり P ライン水につけて流し巻く。今ね僕の左手にはね結構いい感じの圧は感じてる。でここから潮位が上がるごとに足元もね流れ出す感じですね。より本流がね僕に近づいてくる。そうなったら地合いです。でサイルパターンなんで結構ダウン方向のアプローチが有効になってくる。でそのダウン方向で暴れすぎないっていうのが大事だからミノーだとブローインの 125F とか使うんだけど、さらにねその奥でさらにおとなしくっていう点ではねアウトスターの方が使いやすいと思うんですよね。だからね今日はこれで一発出してみたいね。で食ってくるならねもうほぼほぼ後ろから、デイでも言ったんだけどテールフック1本でかかってくるっていうことが多いんじゃないかな多分。今ねハンドル巻いてないんですよ。巻いてないけどね沖の流れをずっしりと感じてます。でアウトスターはね P ラインが動かしてる感じ。時々こうやってラインスラッグ取るっていうか多少入力入れて食わせの間を作るっていうか。今ねキャストした時は僕こっち見てたけど、今ねいわゆる皆さんの方向いてると思うんだけど、こうやってね流れの釣りする時は徐々に自分もルアーを追ってやるっていうことも大事。ただただまっすぐ向いて待ってるんじゃなくて少しずつね竿先で追ってやる。これはね結構人それぞれスタイルによっても変わってくると思うんだけど、僕はねそういうアプローチをします。もっとダウンかな。食ったよ、やっぱおったね。割といい鈴木じゃないですか。嬉しいね。はい、塗り上げるよ。ほらねテールフック1本。よいしょ。ちょっと可愛いサイズ。でもね嬉しいね。こんな感じでテールフック1本。デイゲームでもそうだった。サイルパターンってねほんとこのケースが多くて、だからねテールフックすごくね刺さりのいい状態でやる方がいい。でアウトスターはねダウン方向でも暴れにくいんでこんな感じで魚連れてきてくれます。いけるね、指がつりかんで。ほら好きな時行って。ほらさあで今の感じがそうですね、ダウン方向がっつりダウン方向でしたね。でアウトスターがこうバタバタせずに、P ラインがちょっと膨らんでんで、よたよたとこう上たところで後ろから多分追ってガツンって食った感じだけど、やっぱね本気でこうガンと合わすようなバイトじゃなくてクンとなんていうかな竿先を引っ張っていくようなバイト。今日はもうそんな状況なんでしょうね多分。でもね多分サヨリがおったらサイズ狙えるとは思うんすよ。引き続きね、やってみたいと思います。さあ
でそうこうしてるうちにもうまたね潮位上がってきました。でこっから地合いはね、本当の地合いはで流れがね、また足元からほら、今さっきまでね泡動いてなかったけど、こんな感じで流れてます。でこれが潮位が上がるごとに、ここの場合は地形変化かわして本流がよりね僕の方に寄ってきてるって感じ。こっからっすよ。さあサイズアップ狙っていこう。でね、しっかり流れがあるんで巻きスピードはすごくゆっくりだけど、アウトスターはね沈んでないんですよね。ちゃんとレンジキープして泳いでます。だからね、こういうシャローエリアでも使いやすい。安心して流し込んでいってください。どうとそうさよね。いやね、巻きで食わんかったああいうねちょっとした所作も入れてやるとね、アウトスター使いやすいです。でミノのジャーキングのようにね動いてくれます。あんま強く入力しすぎるとよくはないんだけど、さあちょっとこれはね怪しいね、バレそうな空気があるよ。ちょっとゆっくりいくか。エラ洗いすんな、エラ洗いすんな。そのままいきますね。よいしょよいしょ。同じサイズだけどね。ほらね、テールフック1本見事にテールフックでしょ。で水冷たいんでちょっと水つけますね。よいしょ。なんていうかな、ガツンじゃないよね。でもね嬉しいね、食ってきてくれて。ちょっとねアウトスター流し巻いて、でここぞっていうところで反応がなかったんですよね。だからロッドで叩くような所作入れて見せて食わせるみたいなイメージですね。そういう使い方もできる細身の新片なんで、よかったらやってみてください。よいしょよし、このまま多分ね元気なんでリリースしたいと思います。なんかね鈴木の場合はね、僕ね手で逃がしてやりたいんですよね、不思議とね。何の意味もないけど、そういうこだわりというかね、そういうとこがあります。こいつ元気です。ほら、うい、あっちあっちあっち。はい、皆さんお疲れ様でした。今回もねご視聴ありがとうございました。デイとナイト両方やって、サイズこそね、そんな大きいサイズは出なかったけど、このアウトスターを使って、水面スキッピングとか、水の中で流し釣りとかやってみました。でこんな感じでね、ジーソエリアでもね全然使っていけるルアーです。よかったらね、皆さんもこのアウトスターを使ってねいろんな釣りやってみてください。はい、今回はありがとうございました。じゃあね。
す。